こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python のウィンドウにグラフを表示すると題しをお送りします。左の図はテイキンターのウィンドウにグラフを埋め込んだイメージとなります。これはプログラムの構成としては、テイキンターのウィンドウをまず設置し、その中にグラフィックを描くことができるキャンパスを配置します。そして、その中にグラフ用のオブジェクトフィガーを紐付けて表示するという形となります。それではプログラムを見ていきましょう。最初にグラフの埋め込みに使用するモジュールと、グラフのツールバーに使用するモジュールを3、4行のように読み込みます。一重引用符フィギュアキャンバス tk アックオブジェクトでグラフをテイキンターの画面に埋め込むことが可能になります。またグラフのツールバーの埋め込みには、ナビゲーションツーロカーに tk を使用します。9行は、テイキンターのウィンドウオブジェクトルートを生成します。データの生成は、13行で何 π のラインスペース関数を使用し、0から2 π までのデータを等間隔とした500個を x に取得します。また y には sinx を代入しグラフを各系列とします。こちらはグラフ用オブジェクトフィギュアを生成するプログラムとなります。18行では、フィギュアの後の括弧内にフィグサイズ7、5dpi100 として大きさを設定します。このようにすると 700×500 ピクセルのグラフ用のオブジェクトをフィグを設定することができます。このフィグオブジェクトにグラフを追加するには、@_subplot111 と設定します。これはフィグオブジェクトに1行目、1列目、1番目にグラフを追加する意味となってきます。そして22行目でデータ系列 x、y をプロットします。生成されたフィギュアオブジェクトをキャンバスに埋め込むには、キャンバスフィギュアキャンバス tk アックとし、括弧の中はフィグ、ルートとします。そしてこのキャンバスをウィンドウに27行で配置します。またツールバーを表示するには31行のように記述します。それではこの方法を筋電図の表示プログラムに応用してみましょう。筋電図の読み込みに用いる CSV ファイルはこのスライドのようになります。最初の9行は読み飛ばして、10行よりデータフレームに読み込んでいきます。グラフを表示するデータは A 列と B 列になります。このプログラムの最初に赤枠で囲んだ部分で、グラフのツールバーに使用するモジュールとグラフの埋め込みに用いるモジュールをインポートします。こちらは、ダイアログを表示してファイルのアドレスを取得するためのプログラムになっています。こちらは設定されたアドレスからデータフレームを作成し、これを用いてグラフ化を行っていきます。読み込みが成功するとデータフレームで EF に先ほど示したデータが取り込まれます。28行で図名を変更します。そして28、29行で単位に変換を行います。30行から31行にかけてオフセットされた値を、真ん中が0になるように基線を0とする変換を行います。このようにして変換されたデータを用いて32行、33行で x、y 系列に変換されたデータを取り込みます。36行から39行にわたりグラフ用のオブジェクト生成コードを示しています。37行で、フィグオブジェクトをサイズを幅800高さ400としています。そして38行で生成されたフィグにグラフを追加します。39行では、グラフのデータを設定しています。この時マーカーなし、カラーを赤などの設定を行っています。42行でキャンバスにフィギュアオブジェクトの埋め込み、43行でキャンバスをボトムに配置しています。また46行はツールバーの表示を行っています。こちらはプッシュアンダーライン B 関数の例外処理の部分となります。ファイル名が見つからなかった場合、ユニコードデコードエラーの場合の処理を記述しています。こちらはウィンドウルートの設定の記述と、ファイルアドレス用テキストボックスの記述を書いています。こちらは、ファイル指定のボタンと、データ表示用のボタンを設定する記述となります。こちらはメッセージの設定とルートウィンドウの実行を記述しています。それでは、筋電図データの表示のプログラムを見ていきましょう。まず、ファイルを設定して、そしてデータを表示する。こういう形でですね、グラフを埋め込むことができます。